皆様こんにちは。今回はマニュアルの免許を取ってから12年間オートマに乗ってきた僕が教習所卒業後12年ぶりにマニュアル車に乗ったらどうなったかをお伝えします。おそらく僕と同じように免許取ってからずっとオートマに乗ってるけど、マニュアル車に憧れがあって一度はマニュアルに乗ってみたいけどずっとオートマしか運転していないので、果たして実際に運転できるのか、もしマニュアル車を買って実際に運転してみたらそこまで楽しくなかったらどうしよう、正直マニュアルってめんどくさいんじゃないのと思う人多いと思うので、3年前にマニュアルのスイフトスポーツを新車で買ってからほぼ毎日乗ってる僕が、マニュアル初心者の方やマニュアルに興味がある方が思うであろう疑問点とかをお話ししていきます。まずそもそも12年ぶりにマニュアル運転できますかというところなんですけど、結論から言うとなんとかなります。僕の場合はスズキで試乗した時がちょうど12年ぶりのマニュアル運転だったので、乗る前はめっちゃ怖かったんですけど、意外と教習所で学んだことは覚えていて、正直めっちゃ不安だったんですが、ディーラーの周りをなんとか試乗することができました。ただオートマなら余裕で運転できていた道が、いざマニュアルになるだけでめちゃくちゃ怖くなります。免許取ってから10年以上運転してきているので、公道の運転なんて楽勝やったのが、マニュアルになるだけで一気に初心者レベルになるので、正直久しぶりにマニュアル車に乗るとめちゃくちゃ怖いです。ハンクラのやり方も実際に試乗する前に YouTube の動画とかで勉強して教習所の時を思い出したりしましたが、さすがに12年ぶりに運転となると教習所の時に運転していた感覚なんて完全に忘れているので、とりあえず2000回転にして徐々にクラッチ上げてハンクラでクラッチつないで発進と覚えていたので、なんとか発進して運転できましたが、今思えば横に乗っていた営業マンもめっちゃ怖かったと思いますね。その日が12年ぶりにマニュアルに乗った日で、その次にマニュアルを運転したのが約3ヶ月後のマニュアルのスイフトスポーツが納車された日だったんですが、やっぱり納車初日はめちゃくちゃ怖かったですね。オートマなら生きって運転できるのにマニュアル怖すぎやろって感じで、とりあえずディーラーから家に帰るまでめっちゃ緊張しながら家に帰った思い出がありますね。普通なら納車されたらそのままドライブとか行く人多いと思うんですけど、公道を走るのが怖すぎて納車日はそのまま直帰して交通量の少ない夜に運転しましたね。いくら YouTube とかでマニュアルの講習動画見てもやっぱり実際に運転しないと一切慣れないので、納車されてからは交通量の少ない夜中に毎日運転して慣らし運転しました。ハンクラとか初めはほんとメーターの回転数見て2000回転ぐらいでクラッチつないでみたいなことやってましたが、マニュアルに慣れてくると何も見なくてもエンジン音や感覚でハンクラして進むことができるようになるので、マニュアル初心者の方や僕みたいにめっちゃ久しぶりにマニュアルに乗る人はひたすら練習するしかないですね。ほんと初めの方はこれいつになったら無意識にハンクラできるようになるんやろかと思ってたんですが、運転しているとそのうち慣れます。納車された時はマニュアルの運転絶対に無理やわと思ったとしても慣れるので大丈夫です。1ヶ月もすればある程度ハンクラになれますが、それでもシフトチェンジの時にぎこちない感じすると思います。僕の場合は1年ぐらいしてやっとスムーズに運転できるようになりましたね。シフトチェンジのタイミングとかも正直わからないと思うので、2500回転ぐらいでシフトチェンジするとかしてましたが、慣れてくると体感で今シフトチェンジした方がいいなとか分かってきます。マウンテンバイク乗ったことある人ならこの感覚わかると思うんですけど、まさにスピードに合わせてギアを変えるだけなので、やはりこれも慣れですね。子供の時にマウンテンバイク買ってもらって何も教わってないのに自然とスピードに合わせてギアを変えてたと思うんですが、マニュアル車も一緒でひたすら運転して慣れるしかないです。普通に運転していれば1年もすれば気軽に乗れるようになります。ただし坂道発進がめっちゃ怖いですね。特に納車されてからの1ヶ月とかは絶対に坂道発進をしたくなかったので、坂道のある場所には極力行かなかったです。坂道発進も教習所で習った通りサイドブレーキ引いて焦らずにアクセル踏んでハンクラで坂道発進すればいいだけなので、毎日運転していればそのうち運転できるようになります。ただ坂道発進の時に真後ろに車いるとめっちゃ不安で緊張すると思うので、坂道発進の練習は絶対した方がいいと思います。なのでもしマニュアル車買って運転めっちゃ怖いって方は夜中に運転することをお勧めします。もうマニュアルのスイスポが納車されて3年半ぐらいになりますが、今では余裕で運転できるようになりました。納車された時は怖すぎたのに、慣れればオートマの時と同じ感じで余裕で運転できるようになるので、もしマニュアルに乗るか迷ってる人は勢いでマニュアル車買いましょう。
ただ僕はマニュアル車をかなり楽しめていますが、オートマに比べると圧倒的に色々とめんどくさいですよね。大体の人がそりゃそうやろうと言うと思うんですけど、渋滞の時、特に朝と夕方の通勤ラッシュの時が一切楽しくないですね。マニュアルのしんどいところって信号待ちとか渋滞で一足にギア入れてひたすらクラッチ踏んで止まること多いんですが、ずっとクラッチ踏むのが意外と疲れます。なので渋滞してると左足がだいぶ疲れますし、マニュアルの楽しみであるスピードに合わせたシフトチェンジとかできないので一切楽しくないです。まだ僕が乗ってるスイスポはトルクがあってエンストしにくいのでマシですが、もしエンストしやすい車とかだと適当にギアつなぐとエンストして後ろに車いるとめっちゃ焦ると思うので、渋滞の時はかなり気使いますね。特に休みの時の観光地行って山道で渋滞してたらもう最低ですね。常に坂道発進で渋滞とか拷問だと思います。さらにマニュアル車で旅行に行くと、一緒に行った人がマニュアルの運転できなくて運転変わってもらえないのもデメリットですね。その点オートマだとそういったことを一切気にしなくていいので気軽に運転できますね。オートマだと渋滞もブレーキ緩めればクリープ現象で自然と進みますし、左手と左足をマニュアルみたいにひたすら動かす必要はないので運転に集中できると思います。オートマにもパドルシフトがついていてマニュアルっぽい運転もできます。正直道が空いていればマニュアルはめっちゃ楽しいんですけど、東京とか常に渋滞するところに住んでる人はマニュアルにすると辛いと思います。ほぼ毎日渋滞するところに住んでるならオートマにした方が QOL は上がると思います。ただし空いてる道で走るときはマニュアルめっちゃ楽しいですね。ちょっとした交差点とかカーブの手前でシフトダウンして変速ショックなく曲がれるとめっちゃ気持ちいいので、マニュアルに乗ると毎日の運転が少し楽しくなりますね。今の令和の時代にマニュアル車に乗りたいとか言うと全員から反対されると思うんですけど、実際僕も免許取って車買うときに本当はマニュアル車に乗りたかったんですよね。当時免許取る前の高校生だった時にゲーセンのイニシャル D を放課後にゲーセン行って毎日やってた時があって、その時は今みたいなプラスチックの IC カードじゃなくてテレホンカードみたいなアルミのペラッペラのカードにデータ記録するタイプの初代のやつだったんですが、その時に車買うなら絶対マニュアル車に乗りたいなと思ってたんですが、いざ車買うとなった時に家族とか周りにマニュアルはやめとけと猛反対されて、結局オートマの車買ってひたすら乗ってましたが、やっぱりどこかでマニュアルに乗りたい気持ちがあって、あの時マニュアルにしとけばよかったなとずっと思ってたので、マニュアルかオートマで迷ってる人はとりあえずマニュアル買ってみて、もしさっき言ったみたいに渋滞がしんどすぎるとか思ったんと違ったなとなれば早めに車を売ってオートマに乗り換えればいいかなと思います。オートマ買ってからマニュアルに乗り換えとなると、もしマニュアルが思ってたんと違った場合またオートマを買い戻すことになるので、初めからマニュアル買って試すのが一番リスク少ないと思います。本当マニュアル車ってメリットもデメリットもあるんですけど、多分10年後とかもしかしたら全部テスラみたいな電気自動車になってマニュアルが存在しない世界線が来るかもしれないので、もし少しでもマニュアルに乗りたいという気持ちがあれば早めにマニュアル車買って実際に運転して楽しいかどうか体感するのがいいと思います。少しでもマニュアルに乗りたい気持ちがあるならレンタカーでもいいので一度乗ってみることをお勧めします。僕のチャンネルでは Swift スポーツや車に関する動画を公開していますので、もしこの動画が少しでも参考になったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録お願いします。それではまた最後までご視聴いただきありがとうございました。